以前の動画で、大丈夫、すみませんという言葉には、いくつかの異なる意味があることを紹介しました。日本語には、大丈夫、すみません以外にも、文脈によって異なる意味を持つ言葉がたくさんあります。複数の意味を持つ言葉を多義語と呼んでいます。今日は、そんな多義語の中から、日常、よく使われる形容詞を紹介したいと思います。やばいってどういう意味？近年、会話の中で、やばいという言葉をよく聞くようになりました。MLB の大谷翔平選手が、9月にホームラン50本、盗塁50回を達成しました。このニュースを見た若者が次のように言いました。彼は本当にやばい。やばいという言葉が、今はこのように用いられています。若者を中心に、やばいの使い方が変化してきました。やばいという形容詞は、もともと否定的な意味で使われていました。それが、最高である、すごくいいといったポジティブな意味でも使われるようになりました。一つの言葉で、様々な感情や状況を表現できるようになりました。ネガティブな意味で使う場合の例文を挙げてみましょう。この椅子は古くて壊れそう。やばいから座らない方がいいよ。この文では、やばいは危険や問題がある状態を示しています。財布を家に置いてきてしまった。やばい。お金がない。この文では、やばいは困った状況を示しています。徹夜をしてしまった。今日はやばいよ。眠くて仕事にならない。この文では、やばいは体調不良を示しています。ポジティブな意味で使う場合の例文を挙げてみましょう。このラーメン、めちゃくちゃ美味しい。やばい。彼のピアノ演奏、やばすぎる。これらの文では、やばいは、驚きや感動を示しています。新しい車の性能がやばい。とても運転が楽しい。彼女のヘアスタイル、やばくない？とても似合ってる。これらの文では、やばいは、称賛や感嘆を示しています。高ぶる感情をうまく表現できないときや、想定の枠を超えたときに使われるようになりました。このようにして、やばいは、様々な感情や状況を表現できる便利な言葉になっていきました。しかし、やばいという言葉を多用することには、いくつかの問題点もあります。一つ目は、より具体的で適切な表現を使う機会が減少してしまったことです。これにより、細かなニュアンスが伝わらなくなりました。さらに、若い人たちの言葉を使う力が弱くなってきていることが心配されています。二つ目は、年配者にとっては、若者が使う、やばいの意味がよくわからないことです。やばいってどういうことなの？という年配者の声が聞こえてきます。これは時に世代間のコミュニケーションに食い違いを生む要因となっています。これらの問題点は状況に応じて
適切に言葉を使うことの重要性を改めて認識させてくれました。かわいいを上手に使うコツ。かわいいという形容詞も、やばいと同じように、会話の中でよく使われるようになりました。かわいいは、日本語でかわいいと書きます。愛らしさや魅力を表現する際に使われる形容詞です。かわいいは、一般的に小さくて愛らしいものや無邪気で憎めない様子を指す言葉です。この言葉は次のような場面で使われます。子供やペットに対して可愛いということで、その愛らしさを表現します。例えば、あの子はとても可愛い。や、この犬は可愛いですね。などのように使います。デザインや色が魅力的なものに対しても使われます。この服、とても可愛い。このアクセサリー、可愛いですね。のように使います。可愛いは、親しみや愛情を持っていることを示すためにも使われます。例えば、私の親は孫ばかり可愛がる、といった表現です。近年、可愛いという言葉はいろいろな場面で使われるようになりました。従来は子供や動物を対象に使われる言葉でしたが、今ではそれ以外のものにも用いられるようになりました。例えば、次のような表現です。友達と喫茶店に行ったら、店内がすごく可愛かった。あなたの髪型、とても可愛いね。可愛いおばあちゃん、可愛い建物。このように、単に小ささや無邪気さに限らず、好ましさや親しみを感じさせる対象にも使われるようになりました。次に、可愛いを使った会話のポイントを挙げてみましょう。1、親しみやすさを大切に。可愛いという言葉は、愛らしさや親しみを表現するために使われます。会話の中で、可愛いを自然に取り入れることで、周りの人と打ち解けることができます。例えば、この子犬、本当に可愛いね。と言えば、周りの人もきっと、そうだね、と言ってくれるでしょう。2、具体的な対象を示す。可愛いを使う際には、何に対して可愛いと感じているのかを具体的に示すと良いです。そうすれば、相手も共感しやすくなります。例えば、このケーキ、見た目が可愛いし、とても美味しい、のように表現すると良いです。3、感情を込める。可愛いという際には、感情を込めることで、自分の気持ちが相手によく伝わります。声のトーンや表情を工夫すると、さらに効果があります。4、可愛いを使いすぎない。可愛いを頻繁に使うと、人から軽い人という印象を持たれてしまいます。いつでも可愛いを使えばよいということではありません。適切な場面で使うことが大事です。エモいの登場と普及。エモいは2010年代頃から
若者の間で使われるようになりました。比較的新しい言葉と言えます。現在では幅広い年代に少しずつ浸透しつつあります。エモいは何かに深く感動した時や心が強く動かされた時に使います。また、懐かしさや切なさを感じた時、それに哀愁や情緒的な雰囲気を感じた時にも使います。例えば、次のような使い方をします。夕日が海に沈む景色がとてもエモい。この音楽のメロディー、すごくエモい。エモいという言葉は SNS で使われることが多いです。例えば、インスタグラムでは、エモいのように、ハッシュタグをつけて使われています。X や Facebook などでは、感想としてエモいが使われています。音楽ライブや映画、小説などの感想、それに心動かされる出来事の描写などにも、エモいが使われます。エモいは、具体的に言葉で表現しづらい感情を、一言で表現できる言葉として広がっていきました。様々な場面や状況で使用できる柔軟性も、この言葉が使用されるようになった理由です。しかし、やばいと同じように年配者には認知されていないのが現状です。高いの多様な意味。高いという形容詞も普段の生活で多く使う言葉です。その高いも様々な意味を持っています。次に、高いを用いた例文をいくつか挙げてみます。1、物理的な高さを表します。富士山は日本で一番高い山です。のように使います。2、価格、価値を表します。このお店の商品は高い。彼の演奏は高く評価されている。のように使います。3、程度レベルを表します。彼は能力が高いので、成績は良いです。この試合はレベルの高い戦いになりそうです。のように使います。4、音や声の状態を表します。鐘を叩くと高い音が出る。彼女は高い声で歌います。のように使います。5、抽象的な概念を表します。彼はオリンピック出場という高い目標を持っている。のように使います。高いは物理的な高さだけでなく、価格、程度、音、抽象的な概念など、様々な文脈で使われます。優しいが使われる場面。優しいという形容詞も会話の中でよく使われます。この優しいも多様な状況で使われます。どのような場面で用いられるか紹介します。1、思いやりのある行動を描写する際に用います。例えば、看護師さんがおばあさんを優しく支えてあげました。のように使います。2、穏やかな性格を表すときにも使われます。例えば、祖母の優しい笑顔、鈴木先生は生徒に優しく教えてくれます。
のように使います。3、優美さや美しさを表現するのに用いられます。彼女の優しい眼差し。この古い街並みには、どこか優しさが感じられます。のように使います。4、刺激が少ないことや悪影響を与えないことを示すときにも使用されます。電気自動車は地球環境に優しいです。このクリームは肌に優しい。のように使います。5、何かが理解しやすいことを示すときに用いられます。今日の試験問題は優しかった。子供が多いので、優しく説明します。のように使います。優しいという言葉は、思いやり、穏やかさ、美しさ、わかりやすさなど、いくつかの意味を持っています。優しいは、日本の生活文化を連想させる言葉です。状況や文脈に応じて、積極的に使ってみてください。長いを使った日常の表現。長いという形容詞は、様々な文脈で異なる意味を持ちます。主な意味には次のようなものがあります。1、時間の長さを表します。例えば、製品が完成するまで長い時間かかった。彼らは長い間、親友だった。のように使います。2、距離や物の長さを表します。例えば、このレースは長いコースを走ります。この橋は日本で最も長い橋です。のように使います。3、抽象的な長さを表します。例えば、上司の長い話に、みんな退屈そうだった。学校の授業はとても長く感じる。のように使います。意味が増える形容詞。形容詞には、元々の意味から派生して、別の意味で使われるようになったものがあります。例えば、甘いという形容詞は、もともと味覚を表す言葉でした。それが、時代とともに多様な意味を持つようになりました。新たに生じた意味には次のようなものがあります。1、感覚的な意味。彼は甘いマスクをしている。という表現があります。これは、顔立ちが整っていて、魅力的な容姿を指します。彼は甘い声で歌います。これは、心地よい声を表します。甘い香りがしている。これは、心地よく感じる香りを意味します。2、人間関係や態度に関する意味。子供に甘い親。これは、子供に対して厳しくない親を指します。相手を甘く見る。これは、相手を過小評価することを意味します。3、評価や判断に関する意味。彼の読みは甘い。これは、彼が状況を十分に理解していないことを表します。先生の採点は甘い。これは、先生の評価が厳しくないことを意味します。4、技術や作業に関する意味。ネジの締め方が甘い。
カメラのピントが甘い。これらは、不十分さや緩さを表しています。5、誘惑や危険に関する意味。甘い誘惑という表現があります。これは、魅力的ではあるが危険を伴う状況を示します。この言葉を聞いたら注意が必要です。このように、元々の意味である味覚の甘いから、新しい意味が生まれたのです。今では、甘いという言葉は、文脈によって、プラスにもマイナスにも解釈される、多義語として使われています。ここまで、日常生活でよく使われる、形容詞の多義語を紹介してきました。同じ言葉でも、複数の意味が存在するため、ややこしかったかもしれません。ぜひ学んだことをコメント欄で教えてくださいね。皆さんの日本語の学習に役に立てば幸いです。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。